にちは。今回から字幕をずんだもんに読み上げてもらうことにしました。よろしくお願いします。今回は番外編動画です。サーモンランを遊んでいれば必ず聞いたことがあるであろう。寄せについて解説していきます。皆さんは寄せについてどんなイメージがありますか？モグラを持って帰ることを？鉄板をいっぱい連れて帰ることを？間違ってはいないですが、乱獲において寄せとはもっといろんな意味を含んでいます。それでは寄せについての考え方や意味を一つずつ一緒に見ていきましょう。この後使いも交えて説明していきますが、まずはイメージをつかんでもらうために大枠から話していきますね。私の過去のプレイ映像でも眺めながらのんびりいきましょう。まずはじめに大物の寄せの定義について。任意の大物、基本一定範囲から動かない大物以外をコンテナ近くは鉄球砲台に連れてくることと考えています。寄せの定義を踏まえて話を徐々に深掘りしていきますね。まずは寄せの基本についてです。サーモンランは1ウェーブ100秒間のゲームになっていますよね。これってチーム単位で見ると100秒 ×4 人の400秒になります。つまり寄せている大物に人数をかけるということは、寄せ秒数×人数分、これを寄せコストと以後呼びますの期間おろしすることになります。これらの話から、人数をかけている寄せは寄せコストが高く、人数をかけていない寄せは寄せコストが安くお得という話になります。言い換えれば、人数をかける寄せであればあるほど、その寄せに見合ったコストへの対価がなければ価値がないという話になります。いくらがないのに4人全員で大物が寄ってくるのを待つだけという状況が寄せコストが最大になるので、本当にそれは寄せた方が対価があるのか、みんなですぐに処理して乗せた方が早いのかということが大事になります。これらを踏まえると高い寄せコストを払ってまで対価を得るために一番いいのはどんな場面でしょうか？正解は別の場所で仕事をしていたら勝手に大物が寄ってきているという場面ですね。少し話が長くなったので使いしてみましょう。この動画ではこの順番で説明していきます。1の話は済んだので2からいきますね。丸にイクラの種類について。イクラの種類はこんな感じで分けられます。A、コンテナ直接納品範囲のイクラ、激うまイクラ。B、少しの移動で納品できるイクラ、うまイクラ。C、一等範囲のイクラ、普通イクラ。D、二等範囲のイクラ、まずいくら。まずはコンテナ直接納品範囲のイクラ、激うまイクラです。このイクラは何かをしながら納品できるイクラです。こんなイクラ何本あってもですからね。いっぱい作りましょう。次は少しの移動で納品できるイクラ、うまイクラです。このイクラは激うまイクラほどではありませんが、うまいくらです。回収しながらできることも多いので、たくさん作りたいイクラです。次は一等範囲のイクラ、普通イクラです。このイクラは投げることで直接納品できるイクラです。サコ鮭や大物鮭に絡まれることが多くなったり、玉拾いに知らないうちに強奪されているイクラで、たくさんはなるべく作りたくないイクラです。盤面的に可能であるならマイクラにしたいイクラで、無理なら妥協で作るイクラです。このイクラが多方面に散らばっていると、味方が散らばる原因になり、盤面を荒らしてしまう可能性のあるイクラです。なので多方面にできてしまったらどこかの方面は拾い切っておきたいイクラです。ドンピコの通常満潮のイクラがほとんど
このイクラに当たります。1方面のイクラはきれいにしてから移動するぐらいの意識で回収したいイクラです。最後に2等半へのイクラについてです。このイクラは主にタワー、肩パッドのイクラに当たります。基本は夜大物のイクラをこのイクラにしてしまうと非常にまずいです。タワー、肩パッドが大量に出現し、このイクラが大量にできた場合はある程度捨てるか味方をすぐに呼んでさっと拾うしかないです。このイクラに時間や人数を割いてしまうとコンテナ周りに人数がかけにくく、コンテナが荒れる大きな原因になります。なので夜大物のイクラをこのイクラにする場合にはコンテナ周りの状況や味方の位置など総合的に判断する必要があります。このイクラを作る、拾う場合には味方の位置や盤面に常に気を配りましょう。次に寄せコストについての話を進めていきます。突然ですが、左の場面であればコストは高いですか？安いですか？他の場所にイクラがないのに寄せに4人かかっているので寄せコストは最大ですね。4人かけて処理、回収した方がゲームスピードは速く保つことができます。次に行きますね。この場面では寄せコストはどうでしょう？正解は寄せコストは安いです。寄せは1人で完結しており、他3人が他の場所で仕事をできているからです。寄せにおいて超基本的ですが一番いいパターンです。では次に寄せの基本に含まれる寄せ管理の話をしていきます。ここまでで寄せは少ない人数でできた方がいいということは分かってもらえたかと思います。それを踏まえて左のような状況について考えてみましょう。カーボンローラーが寄せた爆弾を管理中、スクイップリンが外イクラを回収しています。なんかムズムズしてきますね。カーボンローラーが爆弾を見切れない可能性があるため、この武器配置は微妙です。正解はこっちですね。こんな風に寄せ、破壊をスムーズにするために寄せる武器も考えておきましょう。寄せから破壊は最小限の人数で行いたいので、適切な武器で管理することが重要です。次は初動の寄せについて説明していきましょう。初動がこんな風による大物だけだったとします。ここまでの話を理解してもらえていれば寄せる必要はないのがわかるでしょうか。初動は4人同じ場所に必ずかけられる場面なので、夜大物でもモグラ、鉄板は除く、さっと処理、回収、弾拾い確認をしたいです。ここで勘違いしてほしくないのが、さっと処理イコール海岸沿いや巻いてすぐ処理するではないということです。あくまで回収しやすい場所、もっと言うならばザコ鮭や次の同方面の脇に干渉しないように処理するということです。もっと言えば2脇目が始まるまでに最低いくら3個は作って弾拾い確認をしたいです。大物を倒して作られたイクラは3秒、イクラ投げで置いたイクラは1秒後に弾拾いが出現します。
これらを踏まえると残り時間約95秒くらいまでには必ずイクラを作りたいですね。少しいろんな話をしたので一度まとめてみましょうか。初動の処理、寄せ、イクラ回収について、一応即とも残り95秒時点では最低イクラ3つを作る。による大物だとしても2脇目が始まるまでにザコ鮭や次の脇に関与しない位置、だいたい1等範囲で処理、イクラ回収、初動方面のザコ鮭の一掃をする。3回収の邪魔にならないようにモグラ、鉄板などは1人がターゲットをまとめて取って帰ってあげるとより良い。これらを踏まえてもう一度具体例を出してみます。初動こんな脇だったとしましょう。これでも寄せる必要は基本なく、左画像の場所くらいで処理、回収で問題ないです。基本は初動においてコンテナに人は不要です。初動の遅れは残り時間ずっと影響します。その意識を持って初動対応をしましょう。次は一部ステージの寄せについて解説していきます。わかりやすいように寄せについて少し分類して説明していきます。1、片側寄せ、片側破壊。2、拾いづらい場所を寄せる、多くは金網側。3、コンテナまで寄せるのに時間がかかりすぎるので1等半へまで寄せて処理。まずは片側寄せ、片側破壊について。これは筋子や時知らずなどのステージで多用される寄せです。片側を寄せている間に寄せコストを最小限にするため、寄せていない片側を3円で処理、回収します。イクラを作りすぎ、回収できていなかった時、回収できていなかった方を回収していたら、反対側がより盤面を結果的にきれいにできたという状況になります。何度も言いますが、こんな場面は寄せずに全員で処理、回収の方が早いのでとりあえず寄せるに注意しましょう。これも片側寄せ、片側破壊のいいパターン。ではこれはダメなパターンです。処理しに行きましょう。こんな感じで寄せているだけに気持ち悪さを感じることができたらバッチリです。次に拾いづらい場所を寄せる金網側について見ていきましょう。これはビッグランなどの特殊ステージでも使える考え方です。コンテナ近くに濡れない床や金網があるとき、その場所を越えて寄せるというものです。寄せに関しては原則の寄せと同じです。左の画像はシェケナダ無通常仕様のマップですが、コンテナ近くに金網、赤色部分があります。赤色よりも左側で倒してしまうと回収が大変になるので寄せたい。考え方はこれだけです。原則と同じで寄せている間は左画像のように別の場所で仕事ができるようにしましょう。最後に基本コンテナ直接納品範囲まで寄らない大物を1等範囲まで寄せる寄せについて解説していきますね。左画像はドンピコ通常仕様なんですが、こんな状況基本ありえないですよね。笑い。ドンピコのようにコンテナ部分が高く上がっているステージなどは寄せるまでに時間がかかりすぎます。ドンピコはコンテナ両側に金網があり、寄せるためには金網まで下がらないといけないため仕事がしにくいです。つまり寄せようとすると
必ずと言っていいほど寄せコストが最大になります。なのでもう一等範囲で倒していくら投げ祭りしようよっていうことですね。ここまで寄せの種類を解説しましたが、全部の寄せは寄せの基本と考え方同じですよって思った方は100点。ちなみにドンピコの各方面における寄せラインは爆弾の1ぐらいです。さて、ここまでお疲れ様でした。ここまで無事についてこれた方は寄せマスターになっていることかと思います。ついてこれなかった方はゆっくり見返してくださいね。コメント欄でもいいですし、概要欄に X のリンクも載せておくので、気軽に DM いただければ返答します。実践でここどうすればよかったですかのような質問も OK です。ということで、ここまでの内容を踏まえてクイズコーナーへ行きます。ぜひ一緒に考えてみてください。はじめに、これから出す問題は玉拾いや残り秒数は考慮しません。質問内容に対する答えだけ考えてみてください。1、筋子ジャンクション跡通常使用。左のような状況だったとします。さて問題です。どちら側を寄せますか？さあみんなでせーの。右の方が寄せる大物が多いからですね。もちろんその間に左側を処理回収しましょう。では次に行きます。筋子ジャンクション跡通常使用。さて問題です。どちらを寄せて4体のイカちゃんをどこに何体ずつ配置しますか？まず寄せる方は左ですよね。単純による大物の数が多いですし、右の方が寄らない大物が多いので破壊したいですね。次に人数配分ですが、私が考えたのはこうです。右前に3人かけて処理し、回収、寄せは1人で、左前の肩パッドは寄せが完了してから、右前の人がボム入れ、1人が回収できるとよりいいと思います。では次、筋子ジャンクション跡通常使用。では問題です。どちら側を寄せますか？4体のイカちゃんをどこに配置しますか？正解は左寄せ、右破壊です。左の方が寄るのに時間がかかるのと、鉄板はどちらにせよ寄せるべき大物なので左を寄せたいですね。原則、寄る大物の数が同じであれば寄るタイミングが遅い方を寄せます。人数のかけ方も気をつけていきましょう。では最後の問題に行きます。最後の問題です。最後は実践に近づけるため、イカちゃんの位置とすでにあるイクラを設定しました。さて問題です。この状況、中央の鍋蓋、爆弾を寄せますか？前に出ますか？その理由は？
寄せます。この場面、寄せの待ち時間に柱のイクラを回収できますね。かつみんなコンテナ付近にいるので前に出るよりも寄せから前に出て処理回収の方がスムーズです。なんならコウモリも寄せることができますし、中腹にイクラがないので残り秒数にもよりますが、寄せを止めてしまう場所に新しくイクラを作りたくないですね。なのでカタパッドタワーかけるには耐えて寄せていいです。寄せた後のイメージはこんな感じですかね。寄せた後の破壊は2人くらいに任せて、2人は前に出て処理回収しましょう。最後に寄せについてもう一つ大事な話をします。3人がこの場面で寄せようとしていましたが、1人が前に出ていたとします。鍋蓋がピンクのイカちゃんに向かっていくとも寄らないので、そんな場合は前のイカちゃんに合わせてあげるべきなので前に出ましょう。当たり前ですが、寄せは全員が寄せることに注意しなければなりません。そのために寄せを止めることがないようしっかりと索敵しましょう。またさっきと大物の種類や味方の位置は同じですが、盤面にあるイクラが違います。イクラが左のように前に1杯あれば、残り秒数にもよりますが寄せずに前に出る必要も出てきます。こんな風に同じ大物の盤面でも、味方の位置、盤面のイクラの個数、残り秒数などさまざまな要素を考慮した上で寄せるのか考えなければなりません。寄せの基本を考えた上で本当に寄せるのかは常に考えていきましょう。さて、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。皆さんの乱獲ライフにおいて少しでも寄せの考えが明確になりそうであれば嬉しいです。今回の動画はマニマニに協力してもらい作成しました。マニマニは乱獲初心者サバと呼ばれるサーバーの管理者で、乱獲勢が1800人以上いるディスコードのサーバーの運営をしています。乱獲始めたての方が募集していたり、稀に私も募集したりするので、よければ参加してみてください。乱獲初心者サバのリンク、マニマニの X は概要欄に記載しておきますので要チェックです。またチャンネル登録、高評価は励みになりますのでよければお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、またね。